こんにちは。花ヒーリング研究室の管理人森花です。どんなに頑張ってもですね、ちょっと生活音入ってしまいます。お許しください。はい、今日のテーマというかは、結局のところ霊気習ったらどうなるのです。霊気ってよく聞くけど、結局のところ使えるようになったらどうなるのと思って調べる人もいると思うんですけれども、調べても結局わからないよって思う方がね多いのではないでしょうか。なんかいいらしいっていうのはわかるけれども、でどうなのって思うところで全ての書籍や、ブログがね終わってしまっていて、行動に移せないなっていう方もいるかもしれませんし、霊気を習ったけどちょっと続ける意味がもうわからなくなってしまってやってないっていう方も結構いるような気がしていますが、どうでしょうか。今日はそんなお話をちょっとしてみようと思います。結局のところ霊気を習ったらどうなるのですよね。結論から言いますと、人それぞれだと思うんですよ。はい、でもいいものであるのは間違いないと思っています。なんかね、奥が深すぎて人間が持っている五感だけでは伝えきれないのかもってちょっと最近思い始めました。本当にこうテレパシーでコミュニケーションが取れればどんなに楽なんだろうって思います結局のところ霊気を使えるようになった後はどうなるのっていうところですけれども、まず霊気を習った方は第一段階として宇宙と簡単につながるチャンスっていうのをゲットします。私がお伝えしているのは薄い式霊気のお話ですね。レベル1から3まであります。レベル4まで行くとこうマスターとしてお伝えする側に立つっていう感じですね。はい、で学びは3までです。内容はそれぞれ違うので別の機会があればそのお話をしようと思いますけれども、今回はつながれるようになったらという一般的なお話をしていきます。その前に宇宙のエネルギーについて簡単にお話をさせてください。人間はもともとスピリチュアルな存在で、目に見えない存在からのサポートを受けて今も生きているし、昔の人もそうだったと思うんですけれども、素敵なものが重視されてきた世界でこうどんどん豊かになることで幸せになるために守るものが増えてきました。それによってこう争いが多い世界になって、嫉妬したりとか引きずり下ろすようなことがあったりとかね、ちょっと残念なことも多くなってきているんですけれども、その中で私たち自身が鈍感になることでこのストレス社会に適応してきたという歴史があります。だからこの宇宙からのサポートもね、今はほとんどの人が華麗にスルーをしている状態なんですね。もう常にサポートを受けているのにもかかわらずスルーしてます。それはこの令和の時代だけに限らずですね、薄い霊気療法学会が設立された100年ほど前の社会もそうだったようです。で、本来ね、人は幸せに生きるために生まれてきているし、魂を成長させるためにこの地球を選んできているのですが、その目的さえ忘れて生きているのが現代の私たちです。宇宙に存在する波動には人を癒し調和に導いてくれる愛の波動が存在するということは古くから伝えられていて、その波動を活用してきたという歴史もあります。イエス・キリストやブッダもそうですが、ヨーロッパでは国王が使えていたっていうふうに言われていますし、紀元前前からそういう不思議なエネルギーについては認識されていて、人々を癒していた記録が残っています。で、このようなエネルギーをプラーナと呼ばれていたり、マナ、プラウマ、ムゲベなど世界各地で様々な呼ばれ方をしていました。中国では気、日本では霊気と呼ばれていました。霊気には目に見えない不思議なエネルギーという意味があります。エネルギーに対する理解はそれぞれ違っていても、こうしてね、人を調和に導く波動があるんだというふうに認識されてきたのは事実ですね。で、実はその波動というのはその全ての人の体内にも存在していて、誰でもその波動を宇宙にある同じ波動と音差のように響かせることができます。ただそのやり方を知らないだけなんですね。で、人は宇宙の法則に沿った生き方をする方が人生を豊かにできるって思った臼井先生は、そこをシステム化して多くの人に伝えるという仕組みを作ったわけです。
ものすごいざっくりですがね、そういうことなんですね。はい、詳しくはセミナーでねその辺は詳しくマスターさんたち教えてくれますので、セミナーを受けて確認してみてください。はい、私の方でもテキスト使ってねお伝えしています。はい、でちょっと話がそれましたが戻りますと、まず薄い式霊気はレベル1からスタートします。スクールによってはねレベル0があったりしますけども、内容は一緒です。まずレベル1では宇宙にある愛と癒しと調和の波動と簡単につながれるようになるチャンスというのをゲットするんですね。セミナーの中では伝授をね 3,4 回行うことで霊気の回路を開いて整えていきます。このねチャンスはね一生取得したままですので消えません。ただこのチャンスを活用しないと持っているだけで、ね、何も変わらないんですね。運転免許証をゲットしたけど運転していないっていう感じですかね。ちょっとこのエンジンのかけ方すら怪しいかもみたいな人と同じ状態っていうとちょっとイメージしやすいかなと思います。まずはヒーリングを通して宇宙との信頼感を高めることが必要になりますね。幸せとか気づきとかって人それぞれですよね。普段生きててもね、同じイベントに参加して体験したとしても感じ方って人それぞれです。もともとその人が持っている魂のテーマも違うので、根本的な幸せになるとか成長するという目的は同じだったとしても、その過程もね感じ方もね人それぞれなので、霊気やったらこうなりますよっていう答えが一つではないんですが、自分自身を癒すことができるっていうのが霊気ですので、その癒しの時間を作ることができてくると、普段の思考から離れる時間っていうのは自然に取れます。本来の自分が好きだったことだったりやりたかったことに気づく瞬間があったり、目の前に起こっていることが必然だとしたら、宇宙は一体自分に何を伝えたいんだろうと客観的に自分を見る余裕が出てきます。ストレスが溜まっていたり不満や心配事が多いと、まずそんなことにすら気がつかない生活になっているので、もう気づくことができてないんですよね。はい、例えば人に裏切られたら最悪、私ってなんでこんなに運が悪いのって今までのその自分だったら私は運がないっていうふうに決めつけているあなたがいたとしても、霊気をねもしずっと続けてやっていたっていうことによって、いろんな学びを通してもしかしたらその思考じゃないかもしれない。こんなね裏切られたって悲しい出来事があったとしても、そこから得る気づきって違うかもしれないんですよね。これは霊気マスターさんたちとの会話でよく聞くお話で、私自身も感じることですけれども、怒り悲しみなどのネガティブな思考が起こった時に霊気の呼吸法を取り入れることで、自分自身を高いところから見てみることができたりとか、ありのままの自分を受け入れる思考を霊気とつながることで身につけていったり、自分の思考癖がこの出来事となって起こったのだなっていう気づきがあったりとか、生きることにはベストをもちろん尽くすけれども、この力の抜き方とかを覚えたりとか、人はね気づきって人それぞれなんですけれども、そこもねどんなこともその人に必要なことが必要なタイミングで起こっているようですので、目に見えるもの、耳で聞こえることだけで判断する生き方ではなくなっているっていう感じですね。はい、人生にこれでいいっていう限界点がないのと同じで、霊気のレベルもマスターになって終わりではなくて、私自身もマスターとなった後の方がたくさんの気づきをもらっています。またいいことをしたらいいことが返ってくるという法則があるように、霊気とつながるということは宇宙にある愛と癒しと調和の波動とつながることですので、それがあなたに返ってくるということでもあります。そうですね、いいことをしているのでいいことが返ってくるという感じですね。不調和をね取り戻そうとするエネルギーが働くことでネガティブなことが起こることもあります。っていうのは、ただね私たちにとって都合が悪いって思っているだけで、宇宙からしたら調整なので、あなたに気づきをね与えて行動を改めようとしていることなのかもしれないですね。どちらにしてもその人に必要なタイミングで必要なエネルギーが流れますので、必要なことが起こります。あと本来の自分を取り戻すというのにとても役に立つツールであると思っています。自分が自己肯定感が低いってね認識すらできていなかったんですよね、過去の私はね。はい、そんなことすら分かんなかった。自分自身の気持ちに気づくきっかけももらえたかなっていうふうに霊気を通してね思ってます。
不安などのね思考に支配されると本当に客観的な自分って見られないんですよね。もう不幸自慢しかしてないみたいなねはい、自己肯定感はその上げようっていうふうに思わなくても本来の自分に帰ればこう自然と高くなるものなんだろうなっていうふうに思ってます。ね、自然体の自分って本来の自分ってどんなんだろうって思う方はもう本当にこれはもうあなた自身がねこう実際にやって実践して体験してみてください。もうねこうやって霊気についてお話ししようと思うと説明するのが本当に難しいなって思うんですよね。もうだからまずやってみようよって本当お伝えしたいです。そしてもう本当継続してほしいです。継続しないとわからないのでね、はい、ある段階でこう自分がねなんか抜けたって思う瞬間が来るので本当それを味わってみてほしいと思ってますね。でもそれって本当1回でなくて何回もあるのでまた次に行ったななんて思う瞬間っていうのはマスターになった今でも体験します。霊気を始めて私は10年以上経ちますけれどもきっとこれからもねまだまだ体験するんだろうなと思ってます。霊気を習ったら結局どうなるのって聞かれたらすごいね私はどう答えるかなっていつも考えるんですけどやっぱり面白いことになるよっていう感じでしょうかねはい、レベル2レベル3でね、どんなこと習うのかなっていうのもちょっと興味がある方いらっしゃいましたらそんな動画もね作ってみようと思ってますけれども、もしね聞いてみたいっていう方いらっしゃいましたらグッドボタンよろしくお願いいたします。私自身ねこのような動画を配信する人生になるとはちょっと思っていなくって自分でもびっくりしてるんですけど気がついたら300人の方に登録していただけてもう本当にもう嬉しいです。はい、なんかきっとね他の人からしてみたらたった300人じゃんなんて思われるかもしれないですけど目立とうと思ってなかったからびっくりっていうかね300人の方の目に触れたんだなって思うだけで本当ありがとうございますっていう感じです。嬉しいです。はい、もう霊気をね習ったけどよくわかんないっていう方とか霊気に興味あるとかねまだやってないけど興味あるとかなんとか今変えたいっていう方にね役に立つ情報をお送りできたらなって思ってます。あとノートの方で、霊気のつながり方とか遠隔霊気のやり方なども、有料ですけど書いてますので興味のある方は見てみてください。またね、ノートでお悩み相談について答えるサークルの方もやってますので概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。今日の動画のまとめとしては霊気を習って継続してみたら人生が面白くなるっていうところでしょうかね。もう少し付け加えるとヒーリングがメインではなくて宇宙の霊気とつながって生きる生活を選ぶことで人生を豊かにして魂を成長させることなのかなと思っております。はい、では、今回はここまでにしておきます。また次回お会いしましょう。皆さんの魂が光り輝きますように。ご視聴ありがとうございました。